どうも、マイルです。とこです。いや、急に寒くなってきましたね。はい。風邪ひかないようにね。今日はね、任天堂スイッチ2が、なんか来るのか来ないのかということで、買うさすがに任天堂スイッチも出てから何年結構性能的にもきついよね。で、あのスペックでまだこのゲーム界の王者に君臨してるってマジですごくないですか？やっぱり、さすがすごいよね。ということで、今日は噂されてる、なんかスイッチ2が、なんか来年出るんじゃないかみたいなことをね、言われてるんで、まあ今買わん方がいいですよね。スイッチ2の情報をね、まとめます。いくつかリーク情報が出てきて、その中から推測されてんだけども、今使ってるのがテグラの X1 チップかな。で、これで、まあ取って変わるんじゃないかという新しい、まあ新世代のさすがにこれ古すぎるんで、新しい性能アップした SOC の、まあ、リーク情報がね、出てきたと。で、この SOC がスイッチ2に採用されるんじゃないかという噂です。で、テグラ X1 も多分ね、もうスイッチ自体が数年前のコンソールやけども、出た当時も確か 1年か2年前ぐらいに出たやつじゃなかったっけってことは、めちゃめちゃ古いんだよね。まあスイッチのグラとかフレーム見てわかるようにさすがにもうきつくなってきたよね。で、噂では結構この SOC がね、性能上がるんじゃないか。さすがに今のテグラと比べて上がるんじゃないかと言われてるんで、もちろんチップが上がることによってパフォーマンスがね、爆上がりする可能性は高いんですけれども、それだけじゃないですよね。もうここ最近出てきた DLSS とかですね。DLSS 採用でまたフレームを上げれるんじゃないかっていうことですね。かなりこのあたりね、モバイルのゲーム機にはね、めっちゃ相性いいですからね。例えば DLSS2 をね、サポートしている、3050Ti のね、ノート PC とかでは相当テストでフレーム上げれてたりしますからね。で、DLSS って、映像をね、高画質化してくれる機能だけじゃなくて、フレームをね、生成してくれるような機能もあるんですけど、噂ではこっちはないんじゃないかなと。いわゆるそのアップスケール技術ですね。こちらだけが採用されるんじゃないかっていう感じです。その他、ハードの噂は、メモリが DDR5 に新しい規格に、追いついてくれるんじゃないかということですね。メモリとデータのやり取り早いと GPU 性能が、かなり上がりやすいですからね。ここも期待ですね。メモリどうだろうね。どのぐらいの容量になるかわからんけど、8ギガとかそのあたりなんですかね。レイトレとか使われたらね、メモリ消費するんで、必要かなってとこですね。で、ストレージは、今標準になってるもう NVMe ですね。NVMe か eMMC。遅い感じの SSD みたいな感じですね。eMMC は、今 Steam Deck ね、ライバルのあいつの、64GB バージョンだって、一番、容量が少ないやつだけ eMMC なんですよ。NVMe に比べて、相当遅いので、データの転送速度がゲームのプレイ環境とか読み込みにどのぐらい差が出るのかって疑問やけども、その比較動画ね、ちょうど前作ってますので、こちら参考にしてください。はい、見てもらったらわかると思うんですけど、はい、全然 eMMC でもいいんじゃないのっていう結果になってます。Steam Deck の場合はね、あれ確か自分で上位の NVMe の場合は容量入れ替えできるんですよね。ただ、任天堂は自分で修理あんまりさせないと思うから、ここはハンダ付けになるんじゃないかな。Mac みたいなハンダ付けになるんじゃないかなと思います。発売日の噂はいろいろあるんだけども、ジョイコン作ってる会社がね、リーク情報出したりとか、いろんなサードパーティーの会社から情報が出てたりとかね、そこからの憶測になります。で、ディスプレイはなんか変なリークがあって、シャープがね、LCD を次の任天堂スイッチ2用に、開発してるんじゃないかっていう情報があったんですけども、それなんかすぐ削除されちゃったみたい。ということは、スイッチ2ははじめ LCD なのかな。あとはスイッチ2の開発キットがすでにね、スタジオに届いてるなんてリークしちゃってる人もいたりしますが、真相はわかりませんが、とにかく、もうすぐ任天堂スイッチ2が来る可能性はめっちゃ高くなってます。さらにそのスイッチ2では、より SOC が強化されるということです。楽しみですね。単に SOC が強くなってきた、プラス DLSS とかの機能が進化していくにあたって、もう、いろんな意味で新しいゲームの時代がモバイルゲーム機にやってきたなって思います。iPhone もこの間のプレゼン見てわかるように、やっぱりモバイルのゲームの時代が追いついた。今までハードでかいやつ買わないとプレイできなかったようなゲーム、なんか高クオリティのものができればモバイルで持ち運びたいよね。そう、スイッチの形だったらテレビ大画面でもできるし、モバイルでもできるしって両方あるじゃん。でかい画面でもプレイしたいですけど、たまにはソファに寝転がってプレイしたいですよね。ってことで、やっぱりモバイルの方が基本はいいと思うから、だからついにこのあたり考えてみるとね、モバイルのゲーム新時代がやってきて、
高性能化実現したらモバイル市場ね、もっと盛り上がるんじゃないですかね。発売日に関してはまだはっきりとわかんないんですけども、スイッチ2の噂はもうめっちゃ前からあるんですよ。2020年から。結構もう息の長いハードになっちゃったから長いんですけど、2020年に噂されてたんですけども、それが2じゃなくて UTL のやつだったんですよね。ということで、まあ、スイッチ2は延期っていう形になったんですけども、で、任天堂の CEO は、まあ、今のところ今年年内にはもう出さへんって言ってるから、まあ、おそらく2024年じゃないかってことですね。かなり濃厚なんじゃないかな。スイッチはね、2016年10月に発表されて、次の年の2017年3月に発売っていう感じやから、この感じで来てくれるんやったら、今年発表あるのかな値段気になりますよね、やっぱり。ピクセル8出たけど、値段何あれひどくないっすか。いや、3万円値上げだって、日本市場。3万円は値上げじゃないよな。その分性能も上がってるなんて説明してたけど、いやー、さすがにきつくないっすか。時代とともに性能が上がっていくっていうのは、それは当然のことなんで、なんか、さすがに3万円ってしんどいですよね。ピクセルのことは置いといてですね。まあ、流れから言うと、スマホとか PC とかが高くなってるから、その流れでいくと、スイッチもちょっと高くなっちゃいそうですよね。まあ、高くなる要素としては、新しい SoC 採用すれば、まあ、その分パワーアップになるんだけども、まあ、そろそろパワーアップしてなさすぎっていうところもあるんで、どうかなっていうところもあるよね。逆に安くなってるというふうに見えるんだったら、メモリとかストレージとかね、ストレージめっちゃ安なってますからね。そのあたりでなんとか相殺してくれればって感じですよね。さすがに任天堂なんで安いコンソールね、期待したいですよね。今はもうスイッチ1作目と違って、ライバルがね、Steam Deck はじめいろいろ増えてますからね。Steam Deck が$399から、出てるんだって。ことで、まあ、このあたりは最低、同じにするか下回ってくるかにね、絶対なってくると思います。Wii が出た時は、当時、貨幣価値が違うけども、$249だったんだよね。でも Wii もめちゃくちゃ売れたハードやけども、あれが出た当時も、まあ、プレステとかライバルに比べて、ハードのパフォーマンスは、ちょっと世代が古いものだったんですよね。で、任天堂ってこう、別にハードのスペックで勝負しないじゃないですか。まあ、それすごく賢くて、で、おそらく次の、まあ、スイッチ2も、まあ、最先端ハードっていうわけではないと思うんですね。ちょっと1、2世代遅れて、まあ、いいのを作るっていう感じを取ってくるとすれば、まあ、もうちょっと安くできるよね。大きい部分で言うと、パネル UTL 採用するかやね。ディスプレイ UTL 採用するかね。UTL にしたところで、今めちゃくちゃ値段が上がるっていうことはないんですけれども、ちょっと差はあると思うから、そこどうなるんだろうね。でも、スイッチの今 UTL 出てるから、じゃあ初めの LCD で出したら、後々 UTL 出るよねってちょっと期待しちゃうよね。なんかちょっと買い渋る可能性もあるんで、もうここはもう初めから UTL でいいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。で、今現在のスイッチのゲームが2でできるかどうかっていう、いわゆる広報互換ですね。これに関しては分かりません。わかりませんけど、さすがに任天堂スイッチのゲーム売り上げとかスイッチ強いじゃないですか。あれ考えるとさすがに切るに切れないんじゃないかなと思うね。まあ、前の互換性も出せるっていうのは今まで任天堂のハードもやってきたから、さすがに美味しいところは維持するんじゃないかなと思うけどね。ただ、広報互換を、やろうと思っても、まあ、ハード的に、まあ、ちょっと、変えないといけないところもあったりとかも出てきますね。今の任天堂スイッチの、カートリッジだよね。ゲームカートリッジどうするんだろう。で、今カートリッジがあれ、確か32ギガまでか。あれが限界なんで、それを、まあ、最近のゲーム、クオリティ高くなって、で、スイッチ2も、ハードのスペック上げるんだったら、ゲームのクオリティ高くなるから、まあ当然ゲームの容量がね、増えるんですけれども、最近ゲーム容量めちゃめちゃ多いじゃないですか。100ギガとかね、そのあたりのやつとかもあったりするから、さすがに32ギガカートリッジでは、まあどうなんだろうね。ってことで、カートリッジをまあ強化するのかってことはね、まあそれかまあどうなんだろうね。ダウンロードコンテンツだけが遊べるっていう形にするのかな。カートリッジ持っててそこからダウンロードできるみたいな。ゲームダウンロードするってなると、そこそこまあインターネットはもう遅すぎるとあかんから、そこまでのネット環境みんなが持ってるっていうこともわからないんで、ちょっとそこは謎なんで、まあ、今のところスイッチのゲームができるかどうかっていうのはわかんないです。わかんないですよね。ということで、まあ、めちゃ期待ですね。なんで任天堂スイッチ2期待するかっていうと、もうあまりにもスイッチ時が経ちすぎた。もうこのまま10年経つんじゃないかと思ってたけどね。3DS の時もそうやったけど、ソフトが売れすぎて切られへんもんね。さすがそこは任天堂すごいなっていう感じですね。ということで今日は任天堂スイッチ2の、お話でした。多分来年来るでしょう。